おはようございます。さあ、大丈夫かな。おはようございます。まだ行ってないかな。今日は、リスボンを描こうと思います。おはようございます。こちらですね。コミュニティ欄の方に、貼ってありますので、参考に見てください。まだ出てないかな。まだ出てないかな。これ9時きっかりならんと出えへんのかな。そのパターンはあるかもな。あれ黒猫さんおはようございます。もう見れてますかね。私の iPad だと見れないんですけどね。なんでや。ついに、音声が入った。ついに今音声が入りました。1分もラグがあった。すいません。おはようございます。9時になったら始めますね。ちえちえさんも松岡さんもおはようございます。よろしくお願いします。あと4分ほどで始めます。ちょっと今日ポイント言うときましょうかね。今日このリスボンの、電車ですね、路面電車っていうんですかね、めちゃくちゃこう、なんていうか、ちょっと写真写っているか否かわかりませんが、ちょっとくらい、ここすごい落書きいっぱいしてあるんですよ。めちゃくちゃ落書きしてあって、それがめちゃくちゃ面白いなと思ったんで、書こうと思うんですけど、ポイントはですね、大きな、大きな影をまずドンとつけます。ドン、ドン、ドン。こっから、ここまで。で、ここがもう多分一番最大の勝負どころだと思います。ヒロさんもおはようございます。もうここが、すべての明暗を分けるんじゃないかというぐらい大きな。で、それをある程度暗く持っていけるかが私の中では今日ポイントです。ちょっと今まででも難易度が一番高いんじゃないかなと、ライブ配信を数々78回も9回もやってきましたけど、そんな風に思ってます。すみません、ちょっと。よいしょ。あと3、4分で始めますけども、そーっと始めておきます。そーっというのは、慎重に行くべきところに関しては、慎重に行っておきたいので、水だけです。水だけです。ちょっとここのところとか、見せ場となる大事なとこだけは始まってる体で、ちょっと始めさせてもらいますね。結構濃いめに意図的に下書きは濃いめにしました。理由は簡単で、濃い色を塗ろうかなと思っているからです。濃い色でいこうかな。ここのとこちょっとしっかりと水をつけながら、特にここの電車ですね。電車のところっていうのは非常にポイントになってきます。そして、ここの、なんていうんですか、電線的な。9時になったら始めます。9時になったら始めますが、ここのところちょっと水を何回か何回か塗って、しっかり濃くしておきました。そして大きい面積に関しては、ズボーっと。9時になったら始めます。しつこいようですけど。ズボーっと。ズボーっと。大胆に行くとこ、繊細に行くとこ、もう今日は完全に脳みその中で、出来上がっていて、それがどこまでできるかどうか。あと2分ほどで始めますが、まず影の中だけをちょっと慎重にやりたいので、ちょっと大事なとこだけはちょっと初めに、ずれた。よいしょ。やろうと思います。それでは、ぼちぼち始めますね。皆さんおはようございます。M ドアさん、タミコさん、M ドアさん、魚谷さん、久丸さん、佐々木さん、おはようございます。皆さん。みちみちさん、赤坂さん、すみません。おはようございます。ちょっと水だけつけているので、あまり面白くないところは先にちょっと今、1、2分前からやり出してました。このところが大事なんですけどね。このとこね。よいしょ。よいしょ。まず半分ぐらいにしときましょうかな。怖いから。なんかとにかく今日はある程度、ここの前半勝負やと思ってるんで、
ここのところと、ここのところに、頭映ってへんよな。ここのところ、影のところ、もう一度ちょっと、いいかな。いいね。じょん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 。よいしょ。質問後半の方では、多分受け入れると思いますんで、前半はすみません。おじさん集中してます。おじさんと言いましょうか。もう。よいしょ。よいしょ。おはようございます、皆さん。ギターマンさんも、みちみちさん、ゆきこさん、あやさんもおはようございます。皆さん大丈夫ですか？体調はいかがですか？いろんなものが流行ってますけどね。花粉症も流行りだしたとか言って、うちの妻が戦々恐々としてますが、私はなんか花粉症では、昔なってたんですけどね、なんか治ったんですよね、九州来て。そんなことあると思うかもしれないですけど、なんかね、僕はね、佐賀はなんか水路が多いせいか、東京いた時の方が花粉症ひどかったんですけどね。よいしょ。なぜか治ったという。今日は前半勝負ですよ。紫色、濃い紫がなくなってしまって、今、急遽作りました。まあ、プルシャンブルーみたいな色と、クリムソンレーキみたいな色を少し混ぜたら似たような色できると思いましたんで、作りました。でちょっと頑張って今日はですね、土台をしっかり作ると。特に今日の絵は土台を大事に描いていこうと思います。僕はいつもなんかこう、自分が思ってるよりもこう、出来上がった後に、ちょっと薄いなって実は思ってるんですよね。で、それをなんとか、一回は自分の思い通りに行きたいんですけど、なかなか行かなくて、で、何回も何回もこんな感じでやってるんですけどね。ライブ配信をですね。納得がいかないんですよね。ほとんど病気なんでですね、もう皆さんすみませんね、お付き合いいただいて、もう本当にね、そしてこの緊張感がやっぱり面白いんですよね。自分の頭の中でこうできるかな、ああできるかな、その通りいかなかったり行ったり、近くなったりならなかったり、つくしさんも前田さんも、伊藤千恵さんも、ドゥラマさんかな、ダラマさんかな。もうおはようございます。よいしょ。この辺が少しずつ乾いてくるので、ここはちょっと濃厚な紫がいいかもしれんな。よいしょ。ちょっとこうなんかこう、それぞれの色をなじませたかったら画面を少し動かしてみてくださいね。それぞれの色を少しなじませたりしたいなと思ったら、およよよよよよ。もうよよよよよよ。おおおティッシュ。あきさんもおはようございます。秋川咲さんも。空飛ぶヤコブさん。初めてかもしれんな。おはようございます。うおー、いけいけ、ガガガガ、ガガガガ、ガガガガ、しまった。下はこれですね。ちょっと紙が引いてあります。ガガガガ、いけいけ、いけいけ、ガガガガ。すいません、画面からはみ出てます。すいません。はいはい。このぐらいでいつもうまいこと言ったなって思ってるからあかんのでしょうね。もうちょっと粘りたいんですよね。で、今度はちょっとこっち側に行こうと思います。こっち側、もうある程度ベターと言っていいかな。そうやね。ベターと言っていいかな。ちょっと塗り残したらいいかな。独り言やぞ、おっさんの。まあ、今日はハケを結構使っていこうかなと。水がちょっと少なすぎるのかなっていう時もありますんで。
よいしょ。今日どうですか？皆さんの方は、お天気はどうですか？いやー、昨日暖かかったんですよね、めちゃくちゃ。なんか、もう、春やなーいう感じでですね、昨日の夕方、ちょっと授業が早く終わったんで、早めに、チビを早めにじゃないか、普通に僕が迎えに行って、その後、どっか行くかって聞いたら、公園行くって言ってですね、公園連れてったんですけど、2の方、1の方ですね。すごい暖かかったですよ。もうびっくりしました。1時間ばかり遊んでですね。私ももう外に出ないと、で、平日じゃないとですね、公園がやっぱ多くなるんで、ちょっと怖いんでですね、なるべくこう人のいない、ほとんどいなかったですけどね。でも子供はどうしてもね、ストレス溜まりますからね。よいしょ。ビュー、お、もうこっちの方はちょっと落ち着いてきましたもんね。マイクすみません、今ぼーっと言ったかもしれません。いけげい、ゴー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 。ゴーゴーゴーゴー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 。すみませんね。大きい土台作りましたね。ここ濡れてない。これ油かな？弾いてる感じしますね。これね、なんかね。濡れてなかった。で、ここからもうちょっとこう、頑張って、濃いところ行けるならば、濃くしていきたいんですね。ゴー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 。あ、水がしっかり塗られてますんで、まあまあいい感じですよ。ゴーゴーゴー。東京曇りですか？こちらも曇りですね。井出さんもなんとか間に合いましたと。ここはどこやとか言って。ね、相当大胆に来ましたね。もっともっと行きたいんですよね。今日は頑張って土台をしっかり作っておいたら超楽やぞという回なんで。私自身もそんなにこうね、20年以上水彩やってますというわけじゃなくて、本格的にやりだしたの多分 YouTube 始めてからなんですよね。それまでもちょこちょこ古典とかでは出してたんですけども、やっぱエスキースとかプランニングとして出していたんで、やっぱこんな水彩の技法とかあるんや、本とか出してるくせにですね、ほとんど読んでなかったんですよね。ガガガガウ。だからね、今すごく私も面白いんですよね。透明水彩にしてもですね。トマト屋のジーアンありがとうございました。コメント、学生さんにですね、昨日、その最後の授業、授業の発表会だったんですけど、読んであげましたよ。トマト屋のジーアンのコメントを読んであげました。よかったら YouTube の、水族館の動画を見ていただけると、本当そうですよね。学生時代からこう企画して、なんかこうプレゼンテーションして、実際に形にしてっていう訓練とかね、発想とか、すごい僕も大事だと思っていて、私が一番初めに展覧会したのが19、20歳の、センター試験中だったんですけど、それでその年東京芸大受かったんですけど、熊谷森和美術館っていうところを、自分たちで借りて、平山くんっていう友達とですね、で、それが一番初めの展覧会で、2回目の展覧会が、えっと、池袋の建て壊しになる、アパートメントをなんかそこの大家さんが好きに使っていいよということで、私じゃないですけど、友人のですね、名前出していいですけど、田中幸輝君っていう子と、高橋君って言ったかな、日芸のなんか、建築がなんか行った子がいて、でその子らが中心になって、そこのアパートメントを、借りて、展覧会やろうやないかっていうのが2回目の展覧会なんですね。それが大学1年生、芸大の1年生の時ですね。それなんかを MX テレビって今はなんかちょっと有名になってますけど、当時はまだ超ローカルテレビで、それの取材とかまで来てましたもんね。で、その田中幸輝くんなんか、ぜひインターネットで調べると、ものすごい現代美術では超有名、世界的に有名なベネチア・ビエンナーレというので、日本館の代表に選ばれるくらいの作家さんになってて、6、7人のグループ展だったんですけどね、その展覧会ね。
で、その次にやったのが、大学の芸大の中で、確か太田君という友達と2人展を開いたのが大学の3年生だったかな。2年生の時かな、あれな。その太田君はもう今映画の方に行ってて、映像の仕事をしてて、なんて言ったかな、岩井俊二監督って有名ですか？なんかその、助監督みたいなので、昔、今からも10年以上前ですけど、名前とかがちょこちょこ出てましたもんね。芸大の油絵科行って、映画のとかって思うかもしれませんけど、そんなジャンルの方に進む人もいたりとかですね。なんか意外といろんなところに行くんですよね。そんな風に僕もなんか企画ってすごい大事やなと思ったんで、ああ、すごいありがたいコメントだったので、昨日授業で読ませていただきました。ありがとう。一応150人ぐらい受けてる授業で、オンラインだったんでですね、どんな反応かはわかりませんけども、非常に、出ていた宮崎さんっていう学生さんもね、出てみるって言ったら、出てみていいんですかみたいな感じだったんで、おい、出てみっていう感じでですね、ああいうのも慣れですもんね。なんでもない、今の時代はね。という感じで、僕の中では、これはまあまあ、なんとかいけんちゃうかという感じの土台に、もうこの辺乾き出してますね。なってきましたんで、ドライヤーをかけます。アスワラオテールの岩井監督ですね。多分そうやと思うんですけどね。10年ぐらい前のその監督さんの映画の中では、案外こう、あれですね、彼の名前がちょこちょこあったような気がして、本当に連絡全然取ってなかったんですけど、今から5、6年前なんかたまたま僕の個展かなんかがある時に、何人かの同級生が、いろいろこう読んでやろうや、同窓会やろうやって言って、やることになって、で、その時に、探し出したけど、まあ、結局彼自身は来れなかったですけどね。うん、悪くないですね。で、細々した土台みたいなのを作っていきますけども、細々した土台というと、例えば、こういうところとか、こういうところとか、こういうところの土台みたいなのを、作っていきます。稲葉さんもおはようございます。井出さんもなんとか間に合いました。奥村さんもおはようございます。松岡さんも、森くまみさんも、トマト屋のジーヤンも、M ドアさん、宮城は寒い。寒いですか？九州暖かくなってきましたよ。今日はちょっと寒いという予報が出ていたのか、少しだけ寒いかもしれませんけど、さっきのこう大きい仕事の大きいこうハケよりは、ちょっと小さい、ここドライヤーが直で当たってるからめちゃくちゃ乾き早いですね。こっから来てます、ビューと。小さめの色面で、土台を作っていってます。で、これもただ青を塗るとか紫塗るっていうだけじゃなくて、ちょっとずつ遊んでみてもいいと思うんですよね。少し色がこう、いろんな色がこの中にちょっとずつ入ってくるとかですね、していいかなと思います。ちょっとこういうところはなんか、あれですね、直で当たりすぎて乾きがめっちゃ早いな。まあいいか。もうええわな。もうしゃあないな。よいしょ。本当ですよね。もう若いうちから企画してプレゼンしてとか、そんなんね、授業の中ではなかったですけどね。今はそういうのも授業でやりながら、発表もですね、オンラインで発表するとかっていうのもね、慣れてっといたらね、後で役立ちますしね。YouTube なんか上げたらね、僕なんかも初めの方、ダラダラ喋ってますもんね、もっとね。だらだら、YouTuber って早く話さんといかん理由がちょっと分かってきたぞとか、ね、なんかこう、芸人さんがやっぱラジオやるのってすげえなとかって、なんか分かりますもんね。はい。はい。よいしょ。まあまあ、いい土台ができそうな気配があるというか、できてくれと祈りつつ、一箇所一箇所ちょっと、薄めの、もう要は前後関係出すために、ちょっと濃い土台作って、奥はちょっと薄めの土台作るみたいな感じで、濃い土台、薄い土台みたいな。これはだいたい距離としてはこう同じぐらいですので、そういうのをはっきりと分けてあげたりすると、
いいですね。よいしょ。よいしょ。僕はラーメンが好きなんですけど、皆さんの地域はどうですか？美味しいラーメンありますか？なんか変なこと聞き出した。ね、東京はいろんな種類あって、あれですけどね、九州は9割方、僕が来た時も豚骨ラーメン以外なかったですけど、ちょっと増えましたもんね。醤油ラーメンもありますよとかね。えーっと、結局どこのラーメンが一番美味しいんですかね。まあ、どこも札幌とかでね、美味しいですもんね。味噌ラーメンとかもね、塩も、やっぱ、やっぱ北海道かな。まあ、土台こうやって作ってってますね。よし。こんな辺で本当に完璧に乾かしたいところですね。ちょっと待ってね。乾かすより空をまずやっちゃう。今15分ほど経ちました。最初の土台ぜひ見直しておいてくださいね。ちょっと乾かす間とかに少しパレットを掃除するようなこともぜひしてみてください。空の色なんてものすごく綺麗なですね、色なので、綺麗なブルーだったりするので、あんまり無駄な色を入れたくないので、パレットを直してください。さいたま市っていうのは、埼玉スーパーアリーナがあるとこですかね。僕、さいたま市ってほとんど行ったことないんですよね。あるかな？ほぼ記憶にないんですよね。さいたま市ってあるかな？所沢に住んでいたんで何年間か。3年か4年か5年か。池袋の仕事が長かったんで、いやいや池袋から帰るとなると、西武池袋線ですね。でも、さいたま市とかあっちの方はあんま行ったことないんですよね。よいしょ。空。ゆう。流れてくれ。上が暗くなってますね、大体ね。これも空間近法的なあれなんですかね。下の方というのは奥で、上の方というのは手前なんですよね。空って大体ね。で、人間の目線で今この絵やったらば、ここがほぼ水平なんで、この辺ですね。おじさんが立ってるのが、この辺がですね。今ちょっと画面を少し斜めにしてます。めんどくさいんで、ドライヤーである程度風を流しましょうか。大宮周辺でお買い物してますと。道内で有名なインスタントラーメンがあるんですか？ヤクルトラーメンっていうのがあるんですか？北海道にヤクルトラーメンなんかあるんですか？日ハムじゃないんですね。コロコロさんもおはようございます。ね、皆さんおはようございます。絵画教室の先生がコロナになって2週間お休みとは、それは。ね、そうですよね。コロナもありますけど、あれ、濃厚接触者って大変ですよね。それで陰性でも出れないんでしょ？よく分かってないんですけど。ねえ。元気で出れないって一番地獄ですよね。なんかね、もう皆さん気をつけてくださいね。多分私は本当に人と会う機会がもうめっぽう少ない人なんで、仕事上も。ちょっと変な書き方したな。一気にやればよかったな。自然乾燥が皆さん一番いいですよ。ね。自然乾燥してくださいね。この辺がなんかムラができてしまいましたもんね。まあもう今日は諦めましょう。なんか嫌な予感すんな。ちょっと扉を閉めてきますね。鍵をね。やばいです。すみません。小声で話します。あいつがいます。はい。
笑ってます。なんか、やばいです。気づかれましたかね。クワクワって言ってますね。皆さんお静かに。大丈夫ですね。皆さんの声は入らないですね。あ、下行ったかな。笑ってます、ヘラヘラ。やばいです。緊張感がえげつないです。明日に降りましてよかった。ああ、よかった。ちょっとですね、下の子がですね、寝返りを打てるようになってしまってですね、なってしまってって面白いでしょこれ意外と大変なんですよね。寝返り返りがまだできないんですよ。要は戻れないんですよ。だから今結構こう、子育て的にはある一つのピンチなんですよね。一人が、えーっと、ね、一人に構ってたら、一匹がなんか窒息してしまうみたいなことになりかねないんですよ。子育て経験された方、ね、2匹経験されたりした方ら、よりわかるんじゃないですか。ね、今そうなんですよ、我が家は。だから、泣き声がしたら飛んでいかんといかんですよね。で、ここっていうのは結構こう、なんていうんですか、濃厚にぐっと引き締めました。ぐぐぐぐぐ、ぐぐ、ぐぐ。寝返り返りって言うんですよね。寝返り返り。窓、ぐぐ。僕は結構こう本当に油絵描きのせいかはわからないですけど、決める瞬間、油絵意外とこう決める瞬間、バッと決めてやれっていうぐらいの気持ちで僕なんかは行きます。私なんかはね、可愛い声しました。恐竜の恐ろしい声に聞こえませんでした。よいしょ。ぐっと決めます。で、例えばこの窓なんかも全部こう描くという、同じ色を塗るというよりは、例えばどっかにぐっと濃くしておいたりしたら、ちょっとこう変化つけといてあげて、もうそのまま色を移そうとするとしんどいけど、ちょっとここは水を多めにしとこうかなとかって、少し変化つけといてあげたりすると、もう少し水薄くしとこうかなとか、それだけで、なんか、印象が変わってくるというかですね、単調じゃなくなるんですよね。単調。乾いたかな。こっちは乾いてないですね。よいしょ。ちょっと茶色系の、このベージュっぽい感じの色を、ここの色を塗ろうと思うんですけど、ちょっと白をすみません、混ぜてみようかな。よいしょ。土台が乾いた上に、ちょっとここで、ここは2層目を塗ると。要は、2層目の土台ですね。ういよいしょ。まあ、なるべくムラなく塗りたいんですけど、無理やったら、壁やからちょっと垂直を多めにしとこうかなとか、このパース透視図法的なあれに合わせとこうかなとか、なんかそんな感じでいいと思いますよ。なんかそういうのもこう、ムラができた時も、まあ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 という雰囲気になると思いますので、ちょっとうまいことそういうのも利用して、形を利用して描くということなんですね。今日はなんか真面目な感じやね。よいしょ。本当にもうね、医療従事者の人には2年間ね、本当に感謝感謝ですよね。よいしょ。あとエッセンシャルワーカーですか？生活を支えてくださる方ね、やっぱこうなると緊張感を持ってね、あの、接客とかに当たられますもんね。うちのところに物を届けてくれる人なんかいつも元気よく、いつもありがとうございますとか言ってくれるんですけどね。本当にあれ感謝ですね。ちょっと、おっとと、ちょっと、おっとっとと。おう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 。で、なんかこう、ちょっとこう汚いなとか思ったら、少し拭き取ったりもね、してみたり、シュッとか、シュッとか、シュッとか。
あんまやりすぎると下の絵の具も動かすことになりますので、ちょっとそこは注意してくださいね。よいしょ。濃いとこグッグッグッ。グッグッグッ。よいしょ。よいしょ。うわー、東京に住む長男一家大変ですね。なんかね、やっぱ人口比が多いところとか生活の中でね、あれの人はね、僕なんかはね、本当に歩いて行ける距離なのに車で行ってるという、なかなか電車とかも怖いでしょうね。わからんけど、僕なんかも東京時代で満員電車嫌いだったんで、まあ好きな人いないでしょうけど、慣れるって言いますもんね。もう慣れなかったけどな、すごいなと思いますよ。田舎でいいですよ。芋焼酎とかも安いですしね。飲み屋で飲んだら安いですよ。よいしょ。まあ、同じようにですね、土台を塗っていこうかなと思います。で、塗り残すところは、なんか白みたいな感じですかね。白みたいな感じのところを、例えば壁の白みたいなところは塗り残しておいて、えっと、で、こうですね、塗装されているようなとことか。よいしょ。よいしょ。ほんとこうなんか、えーっと、本当ですね、もう終わるといいですけどね。ある程度ですね、共存していく形になっていくんでしょうけどね。もう来年の僕はな、今年か9月ぐらいはちょっと落ち着いてくれたらいいなと思うんですけどね。展覧会とかだとね、やっぱね、どうしても人と会わざるを得ないのでですね、個展とかだとですね、来てくれる方とかですね、ちょっと左の方からなんか書いてってます。まあなんでかっていうと、手とか、もちろんね、こうワンチンというか、これがあるから当たらないですが、当たらないようにしながら、ちょっとこっちの方まで入れておきましょうか。なんかそっちの方が面白そうなんで。こちらの電車の方まで少し入れておきますが、電車がなかなかド派手な色なんですが、ド派手な黄色なんですが、思いっきり VSNCE ってもうフロントガラスになんかわけわからん、ポルトガル語なのか何なのか分かりませんが書いてありますので、忠実にここは書こうかなと。何の意味があるんですか？誰かポルトガル語がわかる人は。ポルトガルは良かったですよ。スペイン、ポルトガル系はやっぱりいいですよね、なんかね。イタリアとかもいいですけど、なんかこう、僕の印象なんですけど、人がすごくこう九州的な感じ。やっぱこう、なんていうんですか、イタリアとかは関西の匂いがするというか、観光客とか行くと観光客慣れてて、日本人やな、お前みたいな感じで、ね、入ってきてくださるというかね、親密になるというか、ちょっと向こう行っといてくれよとか思うこともあるんですけども、なんかこう、ちょっと距離を持ちながら、でもなんかこう、入ってきてくれたら、ものすごくこう、優しいみたいな感覚はなんか、あーほあのですね、スペインとかポルトガルはそんな感じが、私の印象ですよ。しましたね。1回行ったぐらいで何言うとんねんって感じかもしれませんけど、スペインは2回かな。イタリアは7、8回行ってますけど、若い頃はなんかこう刺激的で良かったんですけど、年取ってくると、ちょっとめんどくさいんやけどとかね、思うことが増えてきたんで、はい、すみません、毒を吐きました。ちょっと向こう行っといてくれんかなとかってね、絵描いてたりするとよくこう絡まれるんですけどね、お前めちゃめちゃうまいやんけとか。やっぱね、イタリアなんかはやっぱ自分たちのこうね、ところが、西洋絵画のこうルーツだみたいにプライド持ってはるからですね、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。よいしょ。奥行きが出てきてますかね。
まあ、とにかく土台を作って、大きな土台を。これは本当になんかこう、浪人が受験の時に一番習うんですよね。落ちてる影の色なんかも、手前の影と奥の影はどうしましょうとか。で、それが卓上デッサンという、モチーフを、ものを机の上に置いて描くようなデッサンなんですけども、そういうのをちょっとこう、ほんの少しこう土台の石膏デッサンなんかで、手前の型とか手前の何かに関しては影はちょっと暗くとか、一歩、ね、奥の方の影は少し明るくとかってね、あるんですよ。で、それと同じことしてるだけなんですね。で、そういう土台を作った上に2層目を置いていく。だから一つ一つを分けて考えるんじゃなくてですね、ある程度一緒のところの方に、ただ背景がついてるとか、そういうぐらいの違いで、そういうのが考えれるようになってくるといいですね。よいしょ。ちょっと時間的にはちょっと落ち着いてきましたんで、もし質問があれば遠慮なくしてください。こう言ってんのなんでかっていうと、話すネタがなくなったりした時っていうか、もうほとんど話すこともないんですけどね。してもらった方がそこから広げやすいというかですね。なんかね、でもこんだけやってりゃもう話すネタもなくなってくる。最近のラジオのパーソナリティの人よう言うてますもんね。こんだけおったらネタもないてっていうね、そんな感じですよね。僕もそうですもんね。恐竜くんの話。恐竜くんは、ね、最近なんやろな。恐竜くんは少し、昨日なんかお兄ちゃんを泣かしてましたね、公園でね。滑り台で上から滑ろうとしたら後ろに何か、ちょっと上の年上の男の子かなんかが来て、あっち行ってとかって言うてですね、ボンと押し上がりまして、あ、ごめんとか言って親御さんにも謝って、すんませんって言って、あ、大丈夫ですよなんて、ボンと押してですね、なんか自慢げにしてましたけど、ちょっと大変な時になってきましたよね。人のこう傷つけんことだけを祈りたいですよね、ほんとね。今30分ほど経過しました。9時ちょうどから始めております。土台ができてるとね、あとは細かい描写とかをしていくんですけども、よいしょ。夜中になんかこう、夜の風景を一回描いたライブ配信があって、あれもね、僕ね、相当薄くなったなと思って、もっと濃くするイメージだったんですけど、今日は比較的自分の中ではうまくいったかな、頭の中で。土台の作り方かな。後で見てみないとわからんのですけどね。質問ですと。鬼講評再開は、鬼講評は後で話しましょう。おはようございます。午後から仕事ライブに参加します。あやさん質問です。透明水彩で綺麗なにじみが作りたくて、水を塗った後に色をのせると、最初は綺麗で、にじんでいるんですが、乾く頃にはエッジができてしまうことはあります。そうなのね。ねえ、エッジがこうできますよね。それどうすればいいんですかね。僕はこういう激落ちくんとか、こんなんで最後ぶっとエッジを、あれしたり、こんなんできたりしますよね、今ね。こんなんもう、もうできてしもうた後もうしゃあないから。ねえ、僕はもうこれ多分、本当にこう、水彩で食ってる人に聞きたいんですけどね。ちょっとチュン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 とかして、もうなんかこう、このぐらいにしてみるとか、ここは雲のラインで、雲のところちょっと強すぎんな思ったら、クク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 クで、これやりすぎると髪傷みすぎるんで、ちょっとこう、慎重にやらんといかんと思うんですけど、ここも雲があるから、チュ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 とか、もう僕はこんなんしかね、なんか本かなんかどっかに書いてあったらね、そういうのをね、あれしたいですけど、こういうとこもなんかね、やばい、取れた。そんなことしか私できないんですよ。ごめんなさいね。もうそれを凌駕するぐらい書き込んでやろうと思いますけどね。もうそんなん気にならんぞぐらいに手数入れていく最後はね、ですね。もうそんなにじみとか、それが味というか、なんかね、版画なんかでこう、綺麗に擦れることもあれば、ちょっとなんか、版画でこう、すりがあんま綺麗じゃなかったとかっていうことあるんですよ。
で、僕はその時、東京芸大の教授の先生に、どうやったら全部同じように全部釣れますかって聞いたら、小木さんが、味って言われた。味っすかとかって言ってですね、そういうのも受け入れていくということも必要なのかなっていう、僕は当時思いました。すみません、そんな感じでいいですか？カブクワ氷。カブクワ氷できました、できました。なんかお風呂とかでやったりしてですね、カブクワ氷できましたよ。カブクワ氷っていうのがあってですね、なんかそれが YouTube で流行ってんのかわかんないですけど、うちのチビも見ていたのか、誰かが送ってくださったのか、ね、よいしょ。もう何でも嫌というのがブームの人っているんですね。それうちのチビなんですけど。お風呂入るって言ったら嫌って言いやがるんですよね。もうね、言うだけ、もう言うのがブーム。それが嫌々気と言われるんですけど、出たな、ブームみたいな感じで、もう嫌、もう嫌とか言いやがるんですよね。あんまりもう気にしてませんけどね。で、手前の方はある程度できてきて、ちょっと乾くのを待っている間にちょっと中継を書いていきましょうね。そうっていう時になんかパレットを掃除したりします。ね。恐竜くんね。ありがとうございました。恐竜くん、パパの布団にクリーナーをかけようと2階に行きました。ありがとうございました。かぶくは氷でなんとか1階に行ってくれました。ありがとうございます。僕もそーっと鍵閉めました。すみません、ありがとうございます。お邪魔してないです。大丈夫ですよ。ね、ハプニング放送ですからね。鬼講評再開してほしいっていう、鬼講評ね、もうなんか季節限定にせんと、もうダラダラやるとやっぱしんどいので、例えばなんかこう3月ぐらいとか、はっきり言いますよ。僕下世話なこと言いますけど、もう超下世話なことで怒らんでくださいね。めっちゃ CM 単価違うんですよ。はっきり言ってしまうと。もうね、全然違うんですよ。特に3月が多いとされてて、わかんないですよ。僕も2月ぐらいから収益化して。で、やっぱね、もう、やるんやったら3月とか、なんか、一般的には6月とかって書いてあるんですよ。YouTube じゃなくて、なんか皆さんのね。で例えばそうやったら3月の2週間ぐらいとか、そんなんせんと、もう本当毎週送ってきて、正直自分の絵を YouTube に載せたいっていうだけの人もいて、勉強したいとかっていう人のが圧迫されてしまうというか、私自身の時間もですね、相当圧迫されてしまうんで、やるとしても、多分なんか3月とか、いや、それで許してくれるならですね、下世話だって言われるんやったらあれやけど、1本取ってもだいたい2500回から3000回ぐらいの視聴で、だいたい、収益が1000円ぐらいなんですよ。っていうことは、だいたい1回再生0.4円ぐらいなんですよね。で、だいたいこう30分録画して、編集が15分ぐらいで、アップロードする時間が、もうすごい下世話ですよ。で僕、はっきり言うと絵描いた方が売れるんですよ。申し訳ない。本当本当。もうそれは申し訳ないですけど、普通に油絵とか描いた方がですね、本当にチビたちのおむつを買うお金になるんですよね。でも再開するとしても、そういう時期にさせてもらっても、それもはっきりとね、言いますよ。こういう時期ならしゃあないから、ちょっと2週間ぐらいとかね、見たくない人は見なきゃいいだけの話ですしね、っていうふうに思ったり。勝手に公募展も本当にその最後のオチがものすごく素晴らしかったんですね。ありがとうございました。で、その方ね、ものすごい最後にいいオチを、勝手に公募展であれだけ著作権に対して厳しかったのにですね、私のチビの動画を使って今見てはりますけどね、僕はそれであれはいいと思うんですよね。その弁護関係の人にも相談しましたけど、OK じゃないですかっていう感じだったんでですね、キリンレモンさんもマッキーさんもおはようございますと。あやさん、なるほどと。ね、もう本当にこう、最後のところでどうしたらいいんですかね。わからないですね。よいしょ。なかなかね、難しい。いろんな問題が起きては起きですね。よいしょ。本当、あれですね。恐竜さんの対応ありがとうございましたって感じですよね。ちょっとピンクっぽくしてから、白を混ぜてから。ねえ、助かりましたね。あいつが入ってきたらもう、戦場のなんとかですよ。戦場のメリークリスマス状態になりますもんね。書かせろーと、おとーんって言ってね。
俺の仕事って言いますからね。おい、ちゃう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 って言ってね。ちゃう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 、お兄ちゃん違う違う違うって言うんですけどね。YouTube 出ることは自分の仕事みたいに思ってるんで、弟が出てたら、なんかイラッとしてる顔しますもんね。面白いと思って。これが人生初の嫉妬かと。男の嫉妬はね、かっこ悪いぞって言うてるんですけどね。そう男女とか言うたら感じたいですね。すみませんでした。言ってないですよ、そんなことね。よいしょ。ラッキーさんがエッジができるのは濃度の違いで、後から濃いめで描くとできない。ああ、そうか。だそうですよ。ありがとうございます。なんか試されてみてください。どうしてもまあ、一箇所にベッドやったらエッジはできるとは思うんですけどね。とか、紙がこうなんか、紙って繊維と繊維のあれなんで、どっちかというとこの状態で、要は水をやると膨らむわけですよね。で、膨らむということは、そこが山になるか、へこむか分かりませんけども、そうすると、ぐーっとそこの方に絵の具が水が溜まってったり、浮かび上がるとすれば、周りに行くわけですもんね。で、周りに行って、多分エッジができるという、もう、至極普通のことやと思うんですよね。なんか生きにくいとすると生きにくくするとなれば、水張りをすればいいんじゃないかな。ね、水張りっていうのは要は、紙というのがこういう繊維で、水を入れるとぎゅーっと膨らませて、その状態で、パネルとかに貼り付けて、で、その水が乾いていくと、水分が飛んでいくから、この状態で、紙が伸びた状態で、貼り付いてくれるということが水張りなわけですよね。ということは、その伸縮が起きにくくなるので、水張りとかをすれば、問題は解決するのかな。どうですか、今の。わかりませんが。どうとかなんか、普通に物理的に考えるとそういうことなのかなと思いますけどね。さすがでしょ。お父様は、私の父親は早稲田の理工学部出身なので、算数的なところですね。算数かな、物理かな。物理なんか授業受けたことないですけどね、僕は文系でしたから。美大って文系なんですよ。国語と英語、僕の時代は国語と外国語、英語しかありませんでしたけどね。ちょろっと、センター試験の話をさせてもらっていいですか。ねえ、私の友人の王くんが、あんま言えないですよ、もちろんね。あれですけど。あんなんできひんでと、スマートフォンを腕のとこからあれして、そんなんできへんでって僕の友人の王くんが言うてたんですよね。なんかこう、女子大生もね、なんかめちゃくちゃ後悔してるでしょうね。ここまで大きくなると多分思ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、私の友人の多くは、なんかそういう仕事をしたことがあるのか、見たことがあるのかわかんないですけど、でけんでって言ってたんですよね。絶対でけん。よっぽど会場がものすごくこう、めちゃくちゃ広くて、でも受験生そんな会場やっていうことを知らないはずなんですよね。試験前に。当日わかるはずだから、すげえなーっていう風に、私の友人の多くも言うてましたよ。はい。絶対になんか特に試験始まって一番初めてこう、多分試験監督の人も緊張感持ってるから、意外と真剣に10年前ぐらいなんかあったんですよね、京都大学でですね。それはなかなか2011年やったと思うんですけど、なかなかあの、京都大学の試験場で、ヤフー知恵袋に投稿して、こんな問題なんなんやろなみたいな感じで、いろんな人が答えてあげたっていう、で、答えたのを書いたというのから、めっちゃ厳しくなったんですよね。だからあんな試験会場が大阪のとこのどこの大学やったか知らんけど、めちゃくちゃねえ、っていう風に友人の多くも言うてましたよ。あんなん絶対できへんでって言うてましたよ。よいしょ。スマホがカメラの音が鳴らないアプリがあるっていうことも、多くは知らないみたいですね。そんなアプリあんのって学生に聞いたら、ありますよとか、なんか普通に言われて、だからなんかそういうこう、なんか痴漢行為的なことがあるんやね、なんて、多くはね、何にも知らないみたいですよ。よいしょ。ちょっとずつディティールを書いていってます。
土台ができて、ある程度できてるんですね。この辺はちょっとこう、水を多めにして、薄く薄く描いていくと、空気遠近法という方法で成り立っていきますよね。うん。お金取りたいで、全然、管理するのめんどくさいから、お金全然取りたいと思ってないんですよ。大丈夫ですよ。2公費を参加費500円とかも全然いらないです。管理するのめんどくさいし、ね。あの、また2月になったら確定申告あるんですけどね。税理士さんに、こまごまいっぱいまた今年もありますねって言われますもんね。はーいとかって言いますけどね。これカタログ売ったんですとかって言って、全部ですね。よいしょ。ママさん、ありがとうございました。ちょっとすみません、コーヒーを飲んでいいですか。喋り続けてたら。今45分ほど経過しました。まあ土台としては、いい土台ができたなと思います。すごくこう、綺麗な、そして描きやすい土台ができたんじゃないかなと思います。まああとはちょっと細々と丁寧に書いていくしかないですけど、4回目ぐらいかな、パレット洗います。質問かな。LA アートショーを、えーグランシー・スミスさんかな ?YouTube で見たのですが、例年よりも具象が多くなっているような気がします。そうなんですか。世界でもそういうトレンドになるの僕、そう世界のトレンド全然わからないです。すみません。具象が特に写実になればなるほど自分の個性を出すのが難しいように。確かにそうだと思いますよ。具象、特に写実になればなるほど個性を出すのが難しくて、ね、写真とか図像とかだと全部同じやんみたいな感じに見えて本物見たら全然違ったとかっていう人よく言いますもんね。そうなんですかね、世界のトレンドとか。あんま僕芸術って世界のトレンドを追いかけないのが芸術なんちゃうかなと思ってしまうんで、あんまりそういうのをなるべく気にせん、なるべくしかほとんど気にしてないですね。すみません。なんか逆に行く方がトレンドなんちゃうかなと。後で時間に追いついてこいみたいな。15年ぐらいこういう感じの仕事してるから、ね、もう、なんかこう、こんな古臭いことやめてしまえって言われたから、おし、言うたな、やったるで、みたいなタイプなんで、その言うた人も亡くなってしまったんですけどね、事故で亡くなってしまって、芸大の先生までされ、准教授まで行かれたかな。馬崎さんもおはようございます。すみません、喉が急に。やっぱね、ちゃんと水分は取りましょうね。世界のトレンドか。あんま考えたことないな。なんとなくこう、流行ってる作家さんとか、日本だとですね、あったり、海外の作家さんで、例えば、ピーター・ドイグとかが、去年国立、一昨年かな去年かな西洋美国立近代美術館というところでやってて、やっぱりこう、これが今の最先端的な感じかな、みたいな感じで、やっぱそれに近いような絵とかが、例えば、日本の展覧会で、この間何ちゅったっけな、あれ。フェイスかなフェイスっていう展覧会の一等賞が雑誌の裏表紙になってて、これが一等賞なんやって、ちょっとドイグ的な感じがあるなっていうのを、僕はすぐそういうのを思いましたけどね。皆さんどういう、あれか、その作家さんがそんな風に思ってるか否かはわからないですけど、そんな感じはしましたよ、すぐに。美術の窓かな今月の美術の窓かアートコレクターかどっちかの裏表紙が、なんかこう、フェイスという展覧会の、ぜひフェイスで、一等賞みたいな調べたら、なんとなくピーター・ドイグ的な感じの絵が出てきて、ごめんなさい、その子見てたらごめんね。多少は影響を受けてるんちゃうかなっていうふうに思ってですね、別に影響を受けることが悪いとは全然思わないですけど、もうそこまで行くんやったら、徹底的にもっとこう、自分のなんかに、オリジナリティにするためにはさあどうしたらいいかなみたいなところはありますよね。すみません、質問に答えたかどうかわかりませんが。よいしょ。なんかこう僕らも浪人時代とかもやっぱり僕らの時は
あれが流行って、ニコラ・ドスタールっていう絵描きさんが流行って、やっぱもうみんなドスタール風にとか、そのちょっと後になると、もうど忘れしてきたな。えっと、バンダーリヒか。バンダーリヒっていう人が流行ってとか。やっぱ時代時代によってありますよ。今なんとなくこう、日本のあれの、そういうこう、公募展とか見ると、ドイグ的なのが多いんやなっていう感じに見えて、へーって見てる。まあ私がやろうとは思わないですけどね。よいしょ。おはようございます。なんかもう質問あったら遠慮なくしてください。あとはちょっと地味に進んでいくと思いますので、ちょっと今日は1時間半ぐらいはかかるということを私の中ではちょっと覚悟してますけど、質問があればしてください。遠慮なくしてくださいね。話すネタが今みたいにこうつながっていきますので助かります。静かにしてるよって話かもしれませんけどね。飲み屋とかでなんでお酒飲んでるとあんなにこう話題って出てくるの？人と話するからか。相手がいなくこんなベラベラ喋ったらさすがにね、それはネタもつきますわね。うちのお袋が言うてましたもん。あんたは口から産みましたって言ってましたもん。あ、そうっすか。うちのお袋が言うてましたよ。もう、誠は口から出てきたからねって。ほんまにって言ってね、本当らしいですよ。私、口から生まれたからですね。えっと、おしゃべりが大好きで、飲み屋に行けないストレスをこのように発散させていただいております。なんかこう、ちょっと僕なんか別にもね、白、ちょっと入れてガッシュ的に、そうするとなんか空気遠近法的に少し奥の方の色とかも白が混ざったような色になって、空気遠近法的になるかなと思って、この辺にはなんかポスターカラーの白とか、透明水彩の白とかを置いてます。あんまり気にしないです。よいしょ。審査員の方、どういうふうに見ているんですか？審査員の方、どういうふうに見ているんですか？なんか、多分わかんないですよ。僕勝手に公募展って、多分ああいう感じで審査員が思ってるんちゃうかなっていうことを、僕なりに、僕はあれ一人ですけど、それが何人もの合議制になって、何人かで最後は投票とかにしてとかっていうふうになっていると思うんで、そういうことやと思いますよ。で、審査員の人も、もちろん知ってると思うんですけど、そういう、ドーイグ的な、今ニューペインティングでこういうの流行ってんやなとかっていうことの中で、その中でもこうやな、ああやなっていうことじゃないかなと思いますよ。なかなか審査員、大体書評って書いてあったりして、僕ももちろん見ないですけど、カタログとか買われたりすると、この絵のこういうところが素晴らしいですみたいなのが書いてあったりするので、もし本当にこう出していきたいなとかって思う人は、そういうのカタログとか、本物買って絶対カタログとか読まれた方がいいですよ。本物を見に行って、損保ジャパンっていうのかな、今。えっと、ゴッホの絵がいくつかね、あるところですね。そこで多分展覧会をやるのか、もう終わったのか、やってんのか、どうなのか、そこじゃないのか、調べてください、自分でね。よいしょ。よいしょ。全体が進んできて、またここ書いてとかっていう風にしていってますね。よいしょ。油絵でこれを1時間ぐらいで描けっていうのはなかなかタフですけど、水彩なら多少ですね、ある程度のとこまでは持っていけるかな。特にこう、しっかり描くところっていうのはこの辺ですね。こういうところっていうのは。で、こう下地の色があって、黄色を2層目塗って、最後このなんかこうスプレーなんとかみたいな、なんとかって言うんでしょうよくわかりませんけど。で、ちょっとこうディティールをぐっと書いていったら、あれもうちょっと他のとこやばい追いつかんなみたいな感じになってくると思うんですよね。よいしょ。
抽象画っていうのはね、よいしょ、説明ちゃんとこうできる人じゃないと難しいかもしれませんね。ただなんか俺の心の中を書いたんだとかって言うても、はいって終わってしまうのでですね、やっぱりこう時代の文脈であるとか、こうなぜこういうことでこうなってああなってっていうのはある程度こう、そして面白おかしくっていうか、ちゃんと人に伝わるように説明できないと、アブストラクトっていうのは少し難しいかなとも思いますし、日本ではなんか写実的なものが、長らく、美術館さんとかが開館して、その前後ぐらいから、えっとですね、雑誌とかでも取り上げられだして、10年ちょっとですかね。なんか、ブームか分かりませんけど、一定数の雑誌の人に言うと、いや、小木曽先生、それ1年に1回か2回しか特集してないですよとかって言われて、あ、そうなんですかつって言うんですけどね。おはようございます。昨日、ミニマルコンセプチュアル、そうなんですか。見てきました。ミニマルが分かりません。ちょっとだけ見ると、へえと思うけど、たくさん見ると飽きてしまう。いや、いいと思います。僕も飽きますよ。いや、いいと思います。質問っていうか、僕も同じ気持ちになりますよ。なんかね、やっぱ流れがあっての展覧会でないと難しいですよね。ミニマル展っていうだけじゃ、やっぱりなかなかそれだけ見ても、なんとなく今ね、ミニマリストみたいな言葉が流行ってて、なんていうことでですね、あそういうこう、なんていうか、ものを最小限にとかっていうふうにあるんですけど、どんどんいろんなものを省いていったら何もなくなったみたいな感じなんですけど、それだけ見たら、それは僕だって、多分初めは、綺麗、かっこいいなと思うけど、飽きますよ。大丈夫です。皆さんもそうですよね。なんかこう、全部分かろうとするの無理じゃないですか。昔なんか、大昔に付き合ってた、もうね、若い頃に、ちょっと映画が好きな女性がいて、で、映画館に行ったりして、フランス映画のこれが面白いねよみたいな感じで、もう全然わからなかったですもんね。途中で寝てましたもんね。高い金使ったなと思いながらですね、なんかこう、ちょっとこう、なんか渋谷の小劇場的なところに行って、うわ、全くわからん、何がええんかとか、おじさんもそういう感じですから、皆さんご安心くださいね。芸術全部素晴らしいというか、ちょっと流れの中でプッと見えてきたり、一点だけ見て、わ、これかっこいいなとか、例えば美術館とかでも、昨日例えば、サンドロ・ボティチェリの絵っていうのが56億円、ぜひヤフーニュースでも今見てみてください。ボティチェリ、オークション、52億かな、50何億出てると思うんですけど、サンドロ・ボティチェリやからいいっていう風な考え方をすると、あれ、なんかサンドロ・ボティ、何ですっけ、キリストかなんかの絵なんですね。で、サンドロ・ボティチェリやから絶対いいんやっていう風に皆さんが先入観で持つと思うんですよ。でも、サンドロ・ボティチェリのその絵っていうのは結構晩年に描いてあるんですね。で、サンドロ・ボティチェリって晩年っていうのはもうがっつりとですね、サボナローラっていうこう、なんていうか、今のこうカトリックってどうなんとこう、めっちゃバブルやんみたいなことを提唱した人なんですよ。バブルって、こんな感じで皆さんは生活していていいのか。で、その人に傾倒していって、サンドロ・ボティチェリもそういう傾倒していって、やっぱこんな浮かれた感じはいかんということで、晩年の作品って、どっちかっていうとこう、本当に例えばイコンみたいな絵とか、昔のこう宗教画みたいな絵が多いんですよ。で、今回オークション出てたのは、どっちかっていうとその時代の絵なんですよ。どっちかっていうか、その時代の絵なんですよ。だからなんとなく、ね、皆様が思われているような、こうなんか華やかなプリマベーラとか、ヴィーナス誕生とかで、そういう感じの絵じゃない、なんかこう正面を向いたキリストのちょっと図式化されたようななんか感じ。だからなんかこう、コメントの中で、っていう感じのコメントがあったりするんですよね。逆に、ボティチェリ展は私見に行ってすごかったわ、みたいなこと書いてあって、いや、でもこれは多分、その晩年の作品で、それを含めて、その評価したいとか好きっていう人は、それはそれでいていいと思うし、別に僕もそれはそれで好きやったり面白かったりするので、だからその辺っていうのを知らないと、1枚、2枚とかだけとか、逆にミニマル点だけとかっていうので見てしまうと難しいよと、なかなかすみませんでした。トマト屋のジーヤンさんから。今5本の武者を描かせてもらってますっていうのが馬場咲さん。
ライブ配信のことと違ってすみませんが、質問させてください。小学校や中学校の授業で見て描く授業が少なくなってしまい、生徒の描く力が落ちているみたいなことをよく言われますが、入学してきた学生さんの描写、落ちてますよ。落ちてますよ。うん、確実に。いや、それ競争力の問題もあり、授業数の問題も。要は学校の授業の中で芸術とか美術っていうのがまず少なくなっているのが根本的にあります。で、2番目としては、常勤の先生とかが中学校とか高校、特に中学はある程度いるのかな、高校っていうのはいなくなってきている。もう非常勤だけでやろうっていうのがすごく多いので、なっているということもあります。あとは、例えば、なんだろうな。授業時間数少ないからですね、なかなか時間をかけてやるっていう課題ではない課題も多くなっています。まあでもそれはそれで別に、絵を描かない、絵の職業に携わらない人にとっては、まあいいんじゃないかなと、いろんなことを経験するということでいいんちゃうかなと思いますけど、絵の職業に携わりたい人は、自分らで自学自習をちゃんとして、自分を高めるようなことはしておいた方がいいんじゃないかなというのが回答かなと思います。まあ本当になんていうか、公務員の悪いところ、私も公務員なんですけど、これやばいの、大丈夫かな、まあいいや、言うても。なんか新しいことをどんどん作ってはいくんですけど、減らすってことあんましないんですよ。普通やったらこれをよし、新しいことこれやっていこうと思ったら、減らしていくじゃないですか。じゃあここもちょっと必要ないから、例えばもういい例は、ね、最近になってようやくなんか、教員免許更新講習というのがあって、これをなくそうみたいなのが、ね、教師の質が落ちてきたから、先生の講習会を開こうみたいなのがあるけど、まあね、私たちが担当してたんですよ。で、それを10年ぐらいやって、なかなかもううっすらとみんな現場の不満とか、どんどんいい仕事はどんどん増える、どんどん増える。減らすことをしないんですよね。だから多分、美術の授業とかもどんどん減っていって、美術の授業だけは減っていくというか、受験科目やそれ以外のことはどんどん増えていってるから、しわ寄せが受験科目以外の美術とか、そういう副なんとか教科みたいなのに行ってしまっているんじゃないかなと、しわ寄せがですね。はい、回答になっていたでしょうか。なんかすごい私の、多分そんな感じだと思います。よいしょ。よいしょ。でもやっぱね、なんかこれからはこういうクリエイティビティのある人材っていう方が、ね、人材も必要になってくると思うんですよね。何でもそうなんですけどね。例えば選挙、政治なんかでも選挙ポスター一つも、やっぱりこれデザイン的にダセえなとか皆さん思ったりしませんか？僕そんな風に選挙とか誰のとか言ってないですからね。誰かの批判じゃないですけど、これダサいやろとか、ただ目立てばいいってしてるやつとかより、もうちょっとこの辺の主張をするためには、ここに色彩をこうしてとか、で、そういう美的センスとかも、例えば、なんかすごく、素敵な企業やなホームページ調べてみよう思ったら、ホームページが、あれ、ダサいなとか、そういうのないっすか？わからんけど。でそういうのって、なんか必要に、それだけじゃないですよ。もちろん、マネジメントしていくときに、デザイン能力みたいなのってあった方が絶対僕はいいと思っていて、ね、それってある程度学習したり、訓練していけば身についていく能力やと思うんですね。私なんかどっちかというとセンスがあんまない方やったから、ある程度頑張って努力でなんとかまでしてきて、それが今どうなってるかは自分でもよくわかりませんけども、1時間経過しました。やっぱディティールは時間かかりますね、これね。なんかそういう能力って社会に、出た時にある子にね、方があと仕事もなんかね、早かったりしますもんね。なんか言われたことだけやるというより、ここ減らして、こここうして。はい、質問があればどうぞ。あ、ボティチェリのニュース見ました？なんか見たら、やっぱ、あれを絶対に素晴らしい絵だっていう必要は皆さんの価値観でいいと思うんです。僕は嫌いでももちろんないですけど、で、なんかそういうのって価値観やったりもしますし、ボティチェリのどの時代なのかとかっていうことも知った上で見てあげれるようになってきたら、ね。なんか今日は真面目に回答しているような気がするな。気のせいかな。気のせいですか。よいしょ。だいぶね、
土台を作って中継とかも少しずつ5回目ぐらいパレット切ったらなってますよね。よいしょ。長い質問ごめんなさい。あ、全然いいですよ。以前はポロックのような気をてらった。もう逆に出尽くしている感はあるんですけどね。ポロックのようなさ気をてらっても気をてらったというか、やっぱりこう、なんとなく流れの中で、出てくるやろうなと。そのテクノロジーというものとか、例えば素材ですよね。例えばアクリル絵の具みたいな速乾性のある絵の具が出てきたとか、ペンキが出てきたとか。でそうなってくると、そういうもので使って描くとか、シルクスクリーンが出てきたとか、で、それアンディ・ウォーホルみたいに出てきたり、スプレーでね、バスキアだったり、今やったらあれですよね、バンクシーであったりとか、そういうこう、描けるとか、何かを残せる、定着できるメディウムっていうものが増えてきたり、またすると、また新しいメディアとか絵とかも増えてきますし、武将絵画とか抽象絵画とかのなんかっていうのは、僕はあんまよくわかんないですもんね。よいしょ。景気悪くなると、日本の話じゃないですもんね、今のね。景気悪くなると、苦笑が増えるというのは画廊の人が言ってました。わかりやすい方がいいということなのかもしれませんけどね。何の根拠かは知りませんが、それは画商さんの脳みそにあるビッグデータを元に言ってはるんでしょうね。よいしょ。ちょっとずつね、密度が上がってきてるの分かりますか？あとはちま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 やるしかないんですよ。ね。そう。何でしたっけ？コツコツがカツコツじゃなくて、なんだっけな、なんかのドラマで言うてたのパクろうと思って、何だっけな、忘れた。よいしょ。うん。今本当になんか便利な時代になりましたよね。もう、例えばドラマとかも、昔のドラマとかも、ねえ、もういろいろそういうのに入れば見れますもんね。すごい時代ですよね。濃すぎた。なんか面白いドラマとかあります？すみません、なんか突然変な質問。秋川崎さんすみません。もうありがとうございます。なんかすみません。もう私の、これ完全に本当喋っててストレス発散してるの分かります？もうベラ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 喋ってるでしょ。この口からね、僕の生まれ故郷の奈良大和郡山、奈良県の出身の大先輩、明石家さんまさんって言いますもんね。なんかね、やっぱ関西の人よ、特にね、関西の人よう喋りますもんね。落ちはとか言うんですよね。あれ、嫌っていう人結構多いですよね。僕もその一人ですけど。落ちは何今の話落ちはって言いますもんね。落ちはないんやけど。よいしょ。秋川崎さん、本当ありがとうございます。ぼちぼちこの落書きあたりを書いていかんといかんかなと思いつつも、なんかまだまだこの辺の中継とかをしっかり書きたいなと思う気持ちが出てきているという、3層目とか4層目ぐらいでちょっとこうぐーっとまとめ、出しているという感じですかね。うん、めちゃくちゃこんな電車に落書きしてますもんね。コロナやったらニュースになりますもんね。日本やったらね。それが普通に走ってるってことはね、もう、無理無理無理って感じなんですよね。その辺が面白いですよね。なんて書いてあるかわからないんで、ふにゃふにゃふにゃとした字にしておきますね。書いてあるか書いてないかわからん程度の、あまりこう、追いかけすぎずに。ちなみに僕はここは上がってたんですけどね。この電車の写真を撮りたくて。有名なとこだったんですよ。ここなんか忘れましたけど。ちょっとこう、石畳的なの。本来はいつもぐわーっと書くんですが、ちょっと、お洋服でもね、センスですもんね。でも意外とこう、強弱とかなんか色も、なんかこうね、これとこれと、僕はセンスないので、もう大体なんかほんとその辺のもん着てますけど、なんかやっぱ、絵とか似てると思うんですけどね。なんとなくね、これとこれのバランスがこれとか、なんかこう、全部がわーっと主張するなんていうか、西のね、たこ焼きが美味しい、あたりのなんか虎の服着てみて、ヒョウのスカート履いてみたいな、
ね、お姉さんたちがいたりするところのところは、全部が主張しすぎて、あれはあれでハイセンスなね、お洋服だなと思って見てるんですけど、なかなかね、日本中の皆さんは、世界中の皆さんはなかなかあれを許容できないというか、やっぱりどっか引き算、足し算が必要かなと思うんですけどね。知らないですよ。今適当に喋ってるだけですよ。で、ちょっとこう壁とかの汚れもぼちぼち書き出しまして、ね。うん、おお、ちょっと、少しかすらすように書いてみたりとか、まあ、逆に言うと手前なんか少しラフに書いてみても面白いかもしれないですもんね。ドライブラシというかですね、少しかすらせながら書いてみると。ちょっと濃いところ、もうちょっと攻めな、今度行きましょうか。よいしょ。ドラマですが、ワウワウ。ワウワウの異邦人って面白かったですか？ワウワウ、それはなんかアマゾンさんとか、なんかフーリューさんとかであるかな。ワウワウのドラマ面白いですよね。空飛ぶタイヤとか、何でしたっけ、下町ロケットとか、僕はワウワウ版のが好きなんですよね。わかります。映画も見ましたけど、なんかワウワウ版のやつ、大体そういうこう、もの面白いですね。最近またあれ見てましたよ。山一証券の、何でしたっけ、えーっと、や、えーっと、さ、江口洋介さんのやつ、面白かった。3回目ぐらいですけどね。あとは北海道の、大泉洋さんのですね、何やったっけな、プラチナタウンってやつ、僕あれ好きなんですね。東京の商社に勤める、大泉さんが故郷の町の、北海道、過疎化が進む北海道の町を、再建していく、町長になって再建していくという話。面白いですよね。山一証券の最後のしんがりや。しんがり。木戸先生のようなまっすぐで細い線を引くことができません。そうですか？なんかこれ700円ぐらいのあれ筆ですよ。シュッと。ね、まあこういうところはね、なかなか難しいですけどね。シューッと。なんかこう、高校生の時本当にこう、ごめんなさいね、水平、垂直とか紙一面に書いたことありますよ。本当にそんな感じでなんかですね、それだけ、丸だけを書く練習とかしたことありますよ。1日。1日。よいしょ。でだいぶ、密度が上がり、ちょっとずつ上がってきたかなと思います。もうちょっとやりますね。すみません。今日長くなってます。今、下の方は落ち着いているような雰囲気なので、もうちょっと頑張って書きます。こういうやばい。恐竜の声が聞こえた。こういうところもね。よいしょ。なんか初めの時に土台をね、シューッと作ったから、ビュー。やっぱこれ楽ですね。ちょっとずつ固有色をこう変えていくとかね。楽ですね。ビュー。赤い文字でも落書きしてありますね。ちょっと書いておきましょうかね。なんかエアブラシみたいな、エアブラシじゃない、スプレーかなんかでしょうね。DBUB、何なんですかね、このグラフィティの文字みたいな、なんか意味があったりするんですか？なんかわからない。なんかチームの名前とかですか？あんまりこうね、こういうの目立たしすぎると、あれなんで、こう画面の中のちゃんとバランスみたいなのを見ながら、でこうなってくると、今度ここのなんか線路のとこの石畳みたいなのを描きたいような気分になってきましたよね。コロナ禍のせいで、酒量が増え、私も増えてますね。絵を描きながらのみ、ギターを弾きながらのみです。最後は血圧が上がって。僕も毎年の健康診断で、学校の先生ですね、勤務医の先生にいつもニコッと笑われますね。でも体重はそんな増えてないですけど、やっぱ筋肉量が落ちたのか、なんかみんなから太ったって言われるんですよね。はい。しゃあないですよ。諦めてます。
ちょっと石畳的なのも少し描きながら、なんとかある程度1時間半ぐらいでちょっと形になってきましてね。よかった。若干緊張してたんですよね。よいしょ、いけるかどうか。こういう線、難しいですね。どうしたらいいですか？こういう線。うわ、難しいな。皆さんの見てる前でやりたくないような仕事ですね、これ。もっと細い筆後で使いますね。一回書き出したらもう、止めることできなかったんで。額縁は手作りじゃないですよ。もう僕は基本的に全部額縁とかは、あの、額縁の、そうか、動画を上げてるからかもしれませんけど、あれね、30号以上とか50号以上とか、なんとなく大きいサイズは、の油絵は額縁手作りしてます。100号とかね。100号なんか正直言うと、結構、1回作ったやつをまた外して色変えてとか、要は大きい絵でもすみません、売れることあるんですよ。で、売れるとこの額じゃ嫌って大体なるんで、額縁だけが郵送して帰ってくるんですよ。で、それを塗り直したりとかですね、このままでいいですとかって、これにガラス入れてくださいとかっていう風になったりとかして、そうなると、画廊の人が、そのために画廊ってね、言ってくださるんですけど、画廊の人が、額をつけてくれて、で、額縁だけ返ってきたやつとかを色塗り直したりとかして再利用とかしてます。で、また新しく必要だったら作ったりします。で、水彩に関してはもう全部水彩額とか、ほとんど安いやつです。私はなんでかっていうと、あんまりデコラティブなのつけたくないというか、ね、なんていうんですかね、皆さんで本当必要なら、自分の家のインテリアとかに合わせて変えたいと思われた場合とかですね、変えてほしいと思ってるんで、だからあんまり遠慮なく変えていいですよっていうことで、あんまり高いものをつけないようにしてます。だいたい安い、一番シンプルなものが多いですね。はい。ジン面白かったですね。僕もジン見ました。大沢たかおさんでしたっけね。あの方あんまり最近見かけないですね。なんかあれですか、舞台とかされてんのかな？なんかそんな、ね、綾瀬はるかさんのやつでしょ？見ました見ました。あれも全部見ました。面白いですよね。見ましたよ。大体ドラマ見ましたよ。ね、ドラマ、大体なんか、そう、アマゾンやら、僕そういうなかなかね、若者が見るような恋愛キャッキャものとか全く見れないですね、おじさんってなってくるとね。なんかそういうものとか、なんか相当見ましたね、この2年、3年ぐらいかな。だいぶ密度出てきたでしょ。ね。中継も前景も書いて、ね。よいしょ。質問。知人に画家の先生がいるのですが、一度学生の展示会を一緒に拝見させていただいたんですが、作品を見て入選まではする。売れるにはまだまだだろうって学生にお話をされていたんですが、どんな視点で画家は作品を見ているんでしょうか？この学生というのは、大学生のことかな。大学生で話させてもらいますよ。売れるか、僕それを言わんな。なんかなかなかわかんないので、売れる売れないってすごくわからないので、だってね、富士山の絵描いたら売れるって僕画廊の人に言われて、よし、じゃあ、富士山は描いてないけど、バラの絵描いたら売れるから、先生バラの絵とかしつこく言われたら、絶対売れないっすよなんて言うて、描いたらやっぱ売れなかったんですよ。個展で35枚出して34枚売れたのに、1枚売れなかったバラの絵という展覧会があったんですけど、で、なんか僕は売れる絵っていうのは、例えば若い人の場合というのは、なんか破綻をしていても自分の熱意を画面に定着している。技術がなくても、画面にその熱意が、例えばめっちゃ細かいとか、めっちゃ絵の具厚いとか、なんかコンセプトがすごい面白いとか、で、そういう絵って多分、そうじゃないですか、会社員の人とかでも、部下が、こんなことやりたいですよって言うてくる。で、
おしよしよし、やれやれって大体なっちゃうじゃないですか。僕なんかなるんですけど。でも、何も言わないで、なんかおとなしくこう、私はちょっとっていう絵はやっぱり売れないんちゃうかなと。なんかそれ似てる気がして、要はなんか、売れる売れないの、こういう図が売れるとか、こういう書き込みが売れるっていうことは、意外と僕ないと思ってるんですよ。わかりますかね？なんかそういう気がしてて、僕はそれたまに売れる売れないというより、その自分がやっぱりこれを職業にしていきたいと思う熱意が画面の中でどんな形で定着されていくかが大事なんちゃうかなというふうに思ってて、なんかこう、もうね、私無理です、無理です、プロとか目指さないですとか、言う子にはそんなに僕も熱心に指導しないですもんね。無理ですもんね。その子に、よし、いやいや、頑張りや、もっともっと君も才能あるからなんて、僕は嘘つけないので、そっかそっか、早め就活しようなとかなっていきますもんね。だからちょっとその分かりませんよ。どういうその先生が、どういうのが売れると。自分もなんかめっちゃこれ売れそうやな思っても売れなかったりすることもあるんですよ。だからなかなかね、難しいんですよ。でも、これ売れそうやなんじゃなく、逆にめちゃくちゃもう自分の中で、めっちゃ変態じゃないけど、もうやりたいこと思いっきりやったったでって。で、画廊の人には、いや、なかなか先生これ渋いっすもんね、みたいなこと言われることあるんですね。いや、売るのは難しいですねとか言われて、しゃあないです。1、2枚あってもいいですよねとか、いいっすいいっす、もちろんいいですよとかって言われて、それでなんか展覧会始まるとやっぱり売れないんですけど、中盤ぐらいにポコッと売れることあるんですよ。買う人おったと思ったら、ありがとうございますって。そうなんですよね。これもうめちゃくちゃ自分の中で実験して、アホなことしてみたんですけど、そこが面白いんですよ、なんていう風に言われるんですよ。分かってもらいました。嬉しいな、なんて言うて。そうすると、その次から来たお客さんとかで、この絵いいねって何故か後から売れる売約のなんかね、印がついたりした後に人気になるってめっちゃあって、それ面白いなと思いますよ。で、もう一枚先生同じ絵描いてくださいとか言われるんだけど、いや、絶対この熱量で描けへんから無理無理、やめとくやめとくって言って、要は依頼されるという絵を描くことは僕だからないんですよ、あんまり。多分いつか変な映画出てくるの待っといたから多分そっちの方が面白いと思いますよとか、世の中に同じ絵2枚あったりしたらさ、ね、あの、お金出す人にとってもなんか不幸なんちゃうかなと思うんで、あんまやらないですよね。それやってね、ほぼ自分の中で同じ絵描いてみて、例えば3ヶ月ぐらい、もちろんかかるわけじゃないですか、最低でもね。そして、3ヶ月後、4ヶ月後ぐらいニスとかかけたりなんかして送って、そしたら絶対買うって言ってた人が、やっぱりいらないわって言われたことあるんですよ。腹立ちませんか？で、画廊通してるんですよ、もちろん。で、なんすか、先生やっぱあれダメでしたとか、そうなった時の地獄たるや、同じ絵を2枚描いたのに、というですね、だからあまりこういうのは売れるとかっていうことも言わないし、ですね。わかりました？すいません。そうそうそう。絵から熱意が伝わるっていうことを、うまい言葉で表現できることはないかなと考え続けてきたときに、僕は責任っていう言葉を見つけたわけですよ。全部画面に責任を取り切るということをするという、こやと、今の自分自身の実力の中で、こなやっていうふうに責任を取るということを画面の中に取れたら、今の段階でいいんですよ。そんなもんめちゃくちゃね、今の実力の段階で自分の知識やら何やらを含めて取れたら、それはかなりクオリティは高く、そして熱意が画面の中に定着し、そして見る側に伝わり、今みたいな僕の話じゃないですけども、自分の中の実験的な面白いチャレンジみたいなのがある時評価されて、っていうことが起こるんじゃないかな。ええ感じになってきましたね。ベラ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 喋りながらね、ええ感じになってきましたね。1時間20分ほど経過しました。あと10分程度で終わろうかなと思います。ちょっと書き込みは、終わった後にもう少ししますけども、もうちょっと書こうかな。そんな視聴者が減っていないというね、謎の生配信ですよね。だいたい減っていくんですけどね、だらだら長いければ長いほどね。
1時間半ちょっとぐらいでは終わろうと思いますので、もし質問あるようだったら、していただけるとすごく助かります。日頃のコメント欄に、いただけると質問が来ると、おじさん老眼で返すのが大変なんです。スマホでピコピコパソコンを開きたくないので、仕事したくないので、絵を描くことが仕事ですので、スマホぐらいでしか返事しませんので、可能ならば今細い線を引こうかなと。可能ならこういう時に質問しといてくれたらおじちゃん超助かるよ。高校生ですとか中学生ですとか言ったら超優しく言うよ。それが嘘やとバレたらすごい怖いかもしれんけどね。この間高校2年生のね、っていう子が、今日もいたような気がするな。ちょっと待って。なんかあるかな、特にないかな。違法人は、違法人、入り人は美術が素晴らしかった。あ、そうですか。僕のなんか教え子で、なんかね、こう、昔の教え子で、やっぱり、多分、美術スタッフに行った子何人かいるんですけど、何でしたっけ、木村拓哉さんでしたっけね、シェフのドラマありましたよね、忘れたけど。あれ、僕が昔教えた子が、まあ、多分調べたら出てくるか言うけど、大木宗志君っていう子が、と思うんですけど、美術監督的な名前でエンドロールに出てて、あれこの名前見たぞと。その子は高校生の時で、僕多分25、6やったと思うんですけど、多分あの子、宗師なんて名前珍しいし、多分美術の、ドラマとかの美術のなんかやってんちゃうかなと。知らんですよ。たまびかどっか行ったような記憶があるんですけど、間違えてたらすみません。もうああいうね、緊張感のある線は、なんか同時に来た、すごいな。なんか、ありがとうございます。ギターマンさんも埼玉りさんも、赤坂さんもいつものお布施ありがとうございます。2、3日中にとかでできたら、ですね、僕まだ、初詣行ってないんです。もう人多い時やっぱ避けてるんですね。やっぱね、近々初詣行きましょうなんて妻と言ってて、ちびも連れて行こうと思いますので、610円ちょっと小銭を、佐賀神社かもしれませんし、有徳稲荷というとこ、かもしれませんし、行けそうなら、いつかわかりませんが、行って610円、今拭き取ってます。お布施しておきます。佐賀神社か、有徳稲荷を書こうかな。有徳稲荷とかいいですよ。すごくいいですよ。日本三大稲荷ですっけ。ね、神社とか書こうかな。よいしょ。すみません、ありがとうございます。よいしょ。今ちょっと拭き取りながらですね、やりました。めっちゃ楽しかった。質問です。人物デッサンを勉強していますと。トーンの幅が狭くなります。黒くなりがちです。骨格を考えて描くのが一番大切ですか？骨格を描くのが大切。骨格は、頭の中入れといていいと思うんですけど、なんか、人物デッサンの目的がね、何のためなのかっていうのも必要なんですけど、逆のことやってみたらどうですか？黒い紙を用意して白だけで描くっていう練習してみたらどうですか？すっごい難しいですよ。なんか自分の欠点が分かってるんやったら、逆のことをしてみると、例えば、ほんと黒い紙用意して、白いコンテ用意して、それで書いてみるとか、で、グレートーンの紙用意して書いてみるとか、ちゃんと鉛筆も、どうすればいいかな。やっぱ目的がある程度、こういう目的で、例えば彫刻家なんてだいぶ彫刻、受験なんか彫刻の人のデッサンって相当黒いですもんね。やっぱりあれは骨格とかを意識して描いてからどんどん黒くなっていったりするんやろうなと思って見てたりしますし、油絵家の場合とかってなんか調子っぽい感じがするなとか、日本画とかデザインとかっていうのは本当に正確無比に描いていくみたいな、なんかそれぞれの受験なんかやと、ちゃんとその目的があるように見えるんですね。
でそれをこう自分自身の中で、じゃあ何の目的でデッサンをやるのかなっていうことがあれば、骨格を少し弱めてもう書いてもいいかもしれませんし、作品の完成の、イメージ図のために書くっていうやったら、それはそれでいいかもしれませんしね。なんかすみません、いっぱい。ありがとうございます。楽しかったですか？ちょっとそういう辺を、僕はよく言うんですけどね、目的を、なんか最近クロッキーの動画上げたら、あれはもう15分で書きますよとか、近々40分で書いた油絵の動画とかもあるんですけども、それは目的をちゃんと持ってやっている。ということが大事なんちゃうかなというふうに思います。という感じで、少しもうちょっと書き込みは後でしますが、やや塩梅で終われる段階で終わっておこうかなと思います。まず大きな土台を作りました。で、青系で土台を作っていきました。で、それが完全にドライヤー等で乾かしていって、中径ぐらいの土台を2層目作っていきました。そして、3層目としては、確かこの辺の色、壁の色とか、この辺の色とかを塗っていったりとかして、で、それが乾く間にまた空とか描いてとか、空もうちょっと前かな、壁とか描いてという。光が、光の角度これ見たら大体わかるんですけど、これが電車の影かもしれませんということは、このぐらいの斜めの上から光が来てる。わかりますよね。っていうことも少し皆さん、どの辺りから光が来てるのかなということも想像もしながら書いていくと非常に面白いんじゃないかなと思います。1時間29分43秒。4秒。というわけで、ありがとうございました。10時30分、ちょうどでございます。三三六歩さんも松岡さんも馬場崎さんもありがとうございました。元さんもありがとうございました。皆様、良い週末をご自宅で、あやさんもありがとうございます。いや、ちょっとでも全然嬉しいですよ。ありがとうございました。ということで、1時間半で終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。終了。